情報などをお届けしていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。はい、皆さんお疲れ様です。今日はですね、ストークオントレントという陶器の街に行ってきた時の動画をシェアしたいと思います。ちなみにこの時はですね、クリスマスの少し前なので、若干時が経っていますので、デコレーションとかがクリスマスになっていると思うんですけど、11月の末だったかちょっと定かじゃないんですけど、クリスマス前の時の動画です。出発した時は雨が降っていてグレーでどうなることかと思ったんですけれども、このようにドライブしていたらどんどん晴れ間が広がって、とっても気持ちのいい一日になりました。ストークオントレントというのはノッティンガムからだいたい車で1時間ちょっとで着きますね。ノッティンガムっていうのはイギリスの地図のど真ん中にありますので、どこに行くのにも2時間もあれば着いてしまうのがいい点かなと思います。そしてこちらエマブリッジウォーターの工場に着きました。駐車場はね、ものすごく広いし、止めやすいです。とっても。そしてもちろん無料で止めれるので、このようにね、もう昔の古いね建物の中にね、所狭しといろんなポッテリーが飾られています。だいたい1ヶ月前ぐらいに出した動画でも私の手持ちのエマブリッジウォーターのマグを見せながらお話しした気がするんですが、こちらが本店舗になりまして、こちらに来るとワークショップなんかもあって、あとアウトレットの館もあります。あとカフェがあって、カフェではもちろんエマブリッジウォーターの食器でサンドイッチやケーキやお茶を楽しめることができて、で予約をするとアフタヌーンティーも楽しむことができます。この日はね、私たちここでカフェをしようと思って当てにして行ったんですけど、実際ね行ったらものすごい人が並んでいて、途中で諦めたんですね。お腹も空いてたし、喉も渇いてたし、ちょっとこれ待てるっていうことになって、結局諦めたので、エマの実店舗に行こうとしている人はカフェの予約をしてから行くことを強くお勧めします。このようにね、シリーズごとにマグカップがまとめられていて、とっても見やすいようになってますね。自分の好みを見つけやすいと思います。エマといえばだいたい皆さんがよく見たことあるのって水玉の柄だと思うんですけど、私はそのシリーズあんまり実は好きじゃなくって、ハート柄とかもいっぱいそういうファンシーな可愛い感じのもあるんですけど、私はこういう感じのが好きです。あとね、街のシリーズとかいろんなシリーズがあって、あと野菜のシリーズとか、これは今回比較的新しめに出た鳥のシリーズですね。私もこの中から1枚買いました。動画の後半に私が持っているコレクションも紹介していますので、最後までぜひご覧ください。かわいいいちいち。すごいすごい、これエマブリッジウォーターのバージョンのスタンドミキサー、かわいい。トースターもある。
すごいロブスターのお皿かわいい。カニもあります。健康の新しいタイプね。チョコレート、ビスケット。かわいい。ねえ。
中庭。 And actually, the bricks look different to Nottingham again. Darker, うんね blackened. Maybe from all more red the... Yeah, it's Yeah. I like it, man. redder do you say redder Yeah, redder. so I'm gonna go back to the other place and then Yes, yeah enjoy. I'm going to be in the garden. yeah It's gorgeous. あかぼちゃがあるねまだハロウィンのかぼちゃがまだある very cute nice There, it's catching the sun. Beautiful. quite wild garden Gorgeous, isn't it? yeah it's gorgeous rosemary Wonderful, isn't it? So beautiful and relaxing. Look at this, it's brilliant. Middleport Pottery You just... Beyond that is another room at the end of it. Actually, it's free to get to that bit, so we'll have a look. oh There's just the cost if you want like a little extra tour or something. ah You can go there. right So we should. Wow. Oi. Afternoon tea. Amazing building. すごくない？これは何だろう？大きな窯。Yeah. Maybe oven. Presumably. The kiln. The kiln is called for baking, yeah. Yeah. There's a bit around there. Kiln. ああ、すごい。Interesting, isn't it? I remember that, me and Kai took workshop once. Yeah, not here. Not here, but very similar looking place. School, an old そう schoolyard. そうそうそう。いい匂いだね。これだよね、多分匂い。 That must be the, yes, scented お、 yumminess. ポプリ。 Original, but that's amazing. That is Christmas to me. That Oh. smells like Christmas. Gorgeous smell.
doesn't it? Very Christmassy. Spicy, Yeah. fruity Christmas. Wow, that's getting me on some deep level. Really is. I think I prefer this pottery to the last one. It's more classic, yeah. Yeah, this is my style. Detail. すごいね。はい。バター。これなんでバターなの？ It looks like you put butter in it. Maybe you put it on top to keep your butter. Okay. It's like a massive butter tray. Look at that blue. Regal Peacock. Palisade. ね、かっこいい、ね。 Groovy. ちっちゃいね、でも、カップが。This burly thing's す amazing. ごい。ボールはないな。あったんだけどさ、ちょっと違う感じ。Mold store, tea room, Steam engine. パック田舎版って感 Wow, this is amazing. A little じ。何この。 oh. かわいい。わー。 You can just get in at that side there, I think. あ、ここもなんか、あー、昔のやつか。Hello. Hello. Hi, good, thank you. あー、ファーニチャーズ。 Yeah. うん。 Oh, look at that. Hi. はい。こういう感じか。うん。うん、こういう感じ。あ、まあ、でも、あそこに可愛いの。Okay.
エマ・ブリッジウォーターのコレクションを紹介したいと思います。エマ・ブリッジウォーターというのは、イギリスの陶器メーカーでエマという方が発案したブランドになります。彼女がだいたい1970年ぐらいに立ち上げたブランドですので、そんなに歴史は古くないです。新しいものになります。でもそこのヴィンテージがものすごく可愛いんですね。昔からあるブランドではないんですけれども、今もう発売されてないヴィンテージの結構小ロットで作る会社なので、すぐなくなっちゃうんですね、デザインが。でそういうのにすごいハマっていてというか、そんな持ってないんですけど、今私の家にあるものを紹介したいと思います。まずね、私がすごくハマってるのが、これは現行品です。なのでいつでも買うことができます。場所シリーズなんですけど、いろんな場所のが売ってすぎていて、もうどれを選んだらいいかわからなくなって、しかもコレクションしていたら沼にはまりそうだったので、まず自分が行ったことがある場所だけ買っていこうというふうに決めました。なので今のところロンドンとこれはレイクディストリクトですね。これがエジンバラ、スコットランドです。あともう1個ぐらい持ってた気がするんだけど、今ちょっと食洗機の中に入っちゃってないかも。そうで、あと何があったかな。あとね、コーンウォールかな。自分が行ったことがあるところから集め始めようと思ったので、これから徐々に増えていくとまた楽しいですよね。はい。そしてこちらにあるのがヴィンテージです。これはグッドエッグって書いてあって、何とも言えぬセブンティーズっぽいデザイン、セブンティーズ、エイティーズって感じがしますよね。なかなかこのスポンジプリントといって、スポンジにインクをつけて一つ一つこうポンってつけてプリントされたものなんですけれども、このスポンジプリントが私大好きで、でも現代のねバージョンのねスポンジプリントはあまり好きではなくて、好みではなくって、この淡い感じとこの線の頼りなさというのかな、それがまた一つの美学となって、とっても素敵な作品になってるかなと思います。これがグッドエッグ。はい。でこれもヴィンテージで、こちらは子供用に作られたシリーズで、子供用のシリーズって男の子と女の子とバージョンといつもあるんですけど、これもね多分1970年代のものだと思います。なんとも言えない、やっぱりこの時代にないものっていうのはありますよね。もう1970年と言ってももう50年経ってるわけだから、なんだろう、この時代にしかないこの淡い感じとかがたまらなくて買いました。こちらはねヴィンテージなので、やっぱりオークションとかで買ってますね。はい、続いてお皿になります。お皿はこれが多分もう現行では売ってないです。でもこれは結構新しいもので、多分10年以内に発売されたものなので、同じ柄で売ってるものもたくさんあるんですけど、この小さいお皿はもう売ってないです。はい。なのでね、ヴィンテージと言ってもいいんじゃないでしょうかね。はい、こちらは現行品になります。こちらはエマブリッジウォーターの工場に出かけていって現地で買いました。めちゃくちゃ可愛いですよね。なんとなく絵のタッチが芋虫の絵本あるじゃないですか。いっぱい食べちゃうやつ。なんだっけハングリーキャタピラーだっけ。それのタッチに似ているかなと思います。すごい可愛い。色味もね可愛いですよね。で同じサイズのお花シリーズで、結構エマノってお花シリーズ、あと果物シリーズ、あと野菜シリーズ、あと鳥のシリーズとか、そのシリーズで揃えるとめちゃくちゃ可愛いんですけど、私はバラバラに結構買ってしまったので、LINE では持ってないんですけど、これがお花シリーズです。めっちゃ可愛いですよね、これも。多分これ菊なんですけど、この色だとなんていうの、日本の菊のイメージではない楽しみ方ができるかなと思います。でこちらがね大きいお皿でアーティチョークです。これもすごい素敵ですよね。アーティチョークって日本にないかもしれないけど、こっちではすごくポピュラーなお皿です。それからこちらも現行のお皿です。これは鳥のシリーズですごく最近に出たものです。もう
去年って感じですね。2022年のラインじゃないかなと思います。いろんな鳥のシリーズで3種類か4種類ぐらいの鳥で、このシリーズで全く同じボールと、あとトレーとか小さいお皿とかいろいろ出てました。これも現地で買いました。これはね、スパゲッティボールがうちないんですよね。代用できるものはあるんですけど、こういったたっぷり入るものがなかったので、すごく欲しくって買いました。はい、こちらはその同じスパゲッティボールの野菜バージョンで、いろいろ野菜が出てるんですけど、ナスがすごい色味が可愛かったので買いました。これもこっちと同じサイズです。はい、これが今私が持っている全部のエマのコレクションです。エマブリッジウォーターの私のすっごい好きなところは、例えばこの街シリーズだったら、この街もすっごい可愛いのに、この中にちゃんとプリントがされているところ、内側にも、そして内側だけでなくこの裏にもこんな風にプリントがされているので、なんかどんな時も幸せ感、洗う時とか、あと飲んだ後、あと食洗機に入れる時でさえ、なんか可愛いと思うところがすごい好きで、食洗機にガンガン入れても全然大丈夫なところ、一応入れないでくださいみたいな注意書きがある時があるみたいですけど、全然使っちゃってます。それであと割れにくい、すごい高温で焼いてるのかじっくり焼いてるんでしょうかね。結構手荒く使ってますけど、全然割れないところがすごいなと思います。このお皿たち全部後ろにもプリントがあります。ほらほら、違うイラストがしかも書いてあるんです。ほら、めちゃくちゃ可愛くないですか。これなんぞはこの周りにもナスが書いてあって、すごい幸せ感感じますよね。あとこの裏にも可愛く書いてあって、一応全部見てます。ほらほらね、すっごい可愛いでしょ。この時代のはねないの。こういうふうにちょっと違う絵が描いてあるので、中にもそんなにないかな。そうだから最近のものになって、こういうふうに裏とかにもプリントがされているものが多いみたいですね。その他にもね、ロブスターとかカニとかそういうシリーズもあって、すごい迷ったんですけど、それらは買わなかったですね。はい、ということで今日はエマブリッジウォーターの私のコレクションを紹介させていただきました。下の概要欄のリンクのところにエマブリッジウォーターのサイトとかのリンクを貼っておきますので、興味がある方はぜひ見てください。あとイギリスに住んでる方は一回行ってみるといいと思います。もうめちゃくちゃ可愛くて、工場の建物とかもすごく可愛い感じで、昔の建物でアウトレットコーナーもあるので、ちょっとお安く買えたりとかもするし、ワークショップとか中には可愛いカフェとかもあって、エマの食器でケーキとかランチとか楽しめるようになっていて、2、3時間はね潰せます。私もっと旦那と行ってなかったらもっと見てたかもしれないっていうぐらいたっぷり見応えのある場所なので、ぜひ一度行ってみるといいと思います。はい、それでは今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。